不動産屋さんの階段です。よく商業地域に不釣り合いな古い一軒家がビルとビルの間にポツンと立っていることってありますよね。不動産屋としては周りと同じようにビルを建てた方が良いと思うのですが、それができない理由があるんでしょうね。これは心霊系 YouTube チャンネルギロチンルームソリタリーさんからいただいた体験談です。その方を通称のそらちよさんとお呼びします。今から十数年前、新潟県某所に住んでいたそらちよさんが小学校高学年の時のことです。ある日、そらちよさんを含む5人組で家の近くで遊んでいました。そんな中、たまたま一軒の廃屋を見つけたんだそうです。その廃屋なのですが、商店街の大通りに面したところにあり、商業用ビルと個人商店のちょうど間にひっそり立っていました。それは古い昭和の朽ち果てかかった小さな家だったそうです。2階建ての瓦屋根にトタン板の外壁、そして入り口の玄関引き戸は外れて中がむき出しになっていました。好奇心旺盛な年頃の5人ですから、早速誰彼ともなく中に入ってみようぜということになったそうです。みんな恐怖心より好奇心が勝っていたんですね。玄関引き戸の開いている部分からそらちよさんたち5人は無造作に中に入り、玄関かまちを上がったそうです。すぐ左にかなり急な階段があり、その隣に今らしき部屋がありました。短い廊下の先はどうやら台所のようで、薄暗くよくは見えなかったそうです。玄関から見える居間の中はひどい荒れ放題でした。障子は破れ、ところどころ骨組みがむき出しで、まさにお化け屋敷という感じでした。あまりの荒れ放題でみんな少し臆したのか、その日は玄関から中を覗くだけにして帰ったそうです。その日からそらちよさんたち5人は怖いもの見たさがどんどんエスカレートしていき、頻繁にこの廃屋を訪れるようになりました。薄暗いボロボロの不気味なお化け屋敷でしたから、家の隅々まで見て回るほどの勇気はなく、いつも同じ居間の近辺の入り口付近にいるだけだったそうです。そんなある日、5人の中のリーダー格のあきらくんがこんなことを言い出しました。あの空き家を僕たち5人の秘密基地にしよう。それを聞いてそらちよさんと後の3人はワクワクしながら賛成と言ったそうです。確かに不気味な朽ち果てかけた家でしたが、自分たちだけの秘密の場所というだけで、5人とも楽しくて仕方がないという感じで、この秘密基地に何を持っていこうかなどと話し合っていたそうです。そして早速その日学校が終わると、その廃屋に向かいました。そしていつも覗くだけの居間に初めて全員躊躇なく入ったそうです。それは物が何もない汚れた畳の狭い部屋でした。するとメンバーの一人のたかしくんが、ここじゃあすぐ誰かに見つかってしまうよと言い出しました。確かに玄関は開けっぱなしで閉まらない上に、障子がボロボロに破けていたので、外から中が丸見えでした。するとリーダー格のあきらくんが、それなら2階に上がろう。俺が先頭に行くからみんなついてこい。と威勢のいいことを言ったのでした。確かに2階なら人目につかないので、他の4人もそうしようということになったそうです。そこでみんなで階段下から2階を見上げると、窓から日が差し込んでいる部屋があるようで、2階は1階と違って明るいと分かりました。まずリーダーのあきらくんがこの狭い急な階段を上り始めました。それに続いてたかしくんも登っていきました。2人は何も気にすることなくスタスタと登っていったそうです。その様子をそらちよさんら3人が下から見ていました。あきらくんとたかしくんが2階の部屋に到着すると、2人は明るいなあとか、ここなら見つからないなあなどと騒いでいました。そしてあきらくんが部屋から顔を出してそらちよさんたちに、みんなも上がってこいよと見下ろしながら言ったそうです。そこでそらちよさんは階段を上がることにしました。
かなり古い昭和の家の階段だったので、急角度でまるではしごを登るかのように、空知代さんは前に両手をつきながら登っていきました。その最中も階段の狭さと周囲の薄暗さで、誰かに足をすくわれそうな怖さがあったそうです。空知代さんは足を踏み外さないように慎重に登っていたので、上で待っている明君に早く早くとせかされました。声に焦った空知代さんは2階の壁から顔を出している明君の方を見上げたそうです。それと同時にあっと思いました。顔を出している明君のすぐ横から何か黒いものが覗いていたのです。明君の顔と一緒にその黒いものが空知代さんを見下ろしているようでした。空知代さんの話では、それは黒い影の塊のようでもあり、人の頭のようにも見えたそうです。空知代さんは体が恐怖で固まってしまいました。なんだあれと思っても声も出ず動けなくなり、その黒いものから視線を外すことができなくなったそうです。明君はその黒いものに全く気がついていない様子で、早く来いよ早くと空知代さんたち3人に声をかけ続けていました。空知代さんはその場に止まったまま、なんとか明君に黒い影のことを知らせようと試みたのですが、声が全く出ないのです。その時、ふと空知代さんの視界の隅に2階の天井が見えました。違和感にハッとして天井を見上げると、無数の歪んだベニヤ板が天井からぶら下がり、何箇所も完全に剥がれ落ちている状態で、屋根裏がむき出しになっていました。次の瞬間、空知代さんは全身血の気が引くほど驚いたそうです。その屋根裏の一面にお札がびっしりと隙間なく貼ってあったのを見てしまいました。空知代さんはあーっと絶叫してしまったそうです。今目の前にいる黒い何かが霊なのだとその時分かったのです。お札で封じ込められた霊なのだと理解したそうです。言葉が出ない空知代さんは天井を指さして明君たちに見るように促しました。何事かと思ってそれを見た明君たちは顔面蒼白になりました。一呼吸置いて、やばい、お札だらけだ、早く降りろと叫んで、逃げろ逃げるんだなどと騒ぎパニックになりました。みんな滑り落ちるように階段を降り、どこをどうやって出たかわからないくらい慌てて外に出たそうです。そしてみんな急いで自転車に飛び乗り、その場を離れました。しばらく行って落ち着きを取り戻した頃、全員近くのコンビニの前に集まったそうです。明君があの廃屋でのことは誰にも言わないことにしようと提案し、言うまでもなく誰一人その後このことに触れる者はいなかったそうです。それ以来二度とあの廃屋に近づくことはありませんでした。それから数年後、結局その廃屋は取り壊され、そこは現在駐車場になっているということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。